える、つながる、ワンハート第4回南城市祭り。これからアトラクションに入るわけでございますけれども、金子より子さんとそのグループのご紹介をしたいと思いますけれども、皆さん大変よくご存知だと思いますので、総会資料のカバーの方に紹介されておりますので、後で一度お願いしたいと思います。それから毎年、総会時になりますと、アトラクションをどこにお願いするかなと、いつも頭を悩ましているところでございますけれども、今回はですね、会議の中から金子より子さんをよく存じている方がいらっしゃいまして、交渉していただきまして、今日の運びになっております。一つ最後まで、シュガーボールはマイクなしで歌うところだったのに、思っておりましたが、今日はオンマイクで歌わせていただきます。本当に素晴らしいステージで、ちょっとお客さんが少ないのが残念なんですが、一人で100名分を叩いていただければもう何万人の拍手ですので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。1曲目に歌いますのは新伝作節。私たち今沖縄の島唄がですね、県外海外に、大ブームです。本当にいろんな方々が沖縄の音楽を勉強したいというふうにしてね、頑張っております。そういうことも先人たちの、これまでの、ご活躍があったからだという思いがあります。その先人たちを尊敬する意味でも、称える意味でも、この歌は大事な歌の一つかなと思っています。うちなうだしゃにやたとくしげ歌に、昔歌方の日本版に新伝作詞。「
大きな拍手、そして手拍子ありがとうございます。今日はですね、先ほどですね、楽屋の方で、ここの定員は何人ぐらいでしょうかって言いました。400人ぐらいかなと言われました。でも、皆様の拍手はもう1000人に匹敵する拍手かなと思っておりますので、ありがとうございます。特にこちらのお兄さんですよね。一生懸命手拍子をしていただきましてありがとうございます。今日こちらに向かっている途中に 5.15 の平和行進がありました。ちょっと車が混んでる、なんか事故でもあったのかな、どうしたのかなと思いましたが、行進台なんですよ。5.15 思い出しました。昭和47年ですよね。私も学生時代にすごく風景というのを変えまして、ドルから円になった時に、あの時360円でしたっけ、そのぐらいでしたね。なんかすごく子供の頃のドルの価値と、そして円になっての価値がすごく自分たちにこう分かりにくかったんです。ですからこれからどうなっていくのかなっていう、子供心にもちょっとした不安があったんですけれども、でもどうにか沖縄っていうのも本当に皆さん強いなと、どんなことにも負けない強い、沖縄の人たちなんだっていうのをよく感じたりしますけれども、そういうの沖縄もこういうふうないろんな歌が生まれております。パラダイス・ブルマ島っていうのがあるんですけども、沖縄ならではのタイトルですね。パラダイスというのは絶対今度の民謡のタイトルにないと思いますね。沖縄のこのね、いろんな文化を取り入れて本当に自分たちのものにしていくというその、強さって言いましょうか、頭の柔らかさ、本当に素敵な、沖縄の文化があると思います。では聴いてください。にぎやかにパラダイスブルマ島。「
本当に沖縄は、いろんな文化、今日は文化業界の、ね、総会ということで、文化なんだろうとかいろいろ考えたりしましたけども、私たちの生活の中で一番ね、やっぱりいろいろ身近であるものです。沖縄の私のやっぱり関わっているのは沖縄のこの島沖縄民謡なんですけれども、最近ではいろんな歌が、作られまして、日本で新曲が出てくる沖縄民謡っていうのは沖縄にしかないんじゃないかと本当に言われております。そう思います。新民謡、最近ヒットしております、いつみグループさんの沖縄うちなっていう歌が大ヒットしておりますが、皆さんもよくカラオケで歌われてるんじゃないでしょうかね。やっぱり本土からいらっしゃったお客さんはですね、あ、この歌、このメロディーいいねということで、お話ししています。今日はその新しめの歌も皆さんにも聴いていただきたいと思います。では、うちな。初めて作詞作曲した曲の「よかつ会場巡り」という歌があります。もう沖縄の本当に伝統文化になりますエイサー、特に私の生まれて育ったのはよかつ半島、
そこのエイサーで有名なのはヘシケア・エイサー、そしてヤケナ・エイサーですね。串井貞光、唯一この女性の中に男性1人なんですが、1人で私たち4人も相手にするのに大変な思いをしているはずなんですが、なぜか痩せないという、はい、今日は男性父が彦星英が最近引退しまして、もうステージに立つよりはゴルフをしてた方がいいということでですね、今頃ゴルフに行ってるかもしれませんが、はい、今日は一人でよかつ会場巡りを、歌わせます。本当にやがてエイサーのシーズンになります。このよかつ会場巡りはヤケナエイサーがエイサーの中に取り入れておりました。聴いてください。「
ださいって言われたんですが、今ちょっとマイク離れましたら自分の声がはっきり聞こえる気がしますので、やっぱりこのシュガーホールっていうのはマイクが見る方が本当はいい音かもしれないというのを思っております。とっても歌いやすいね、もうびっくりしました今後ろでね、音が聞きやすいんですよ。ここはよく聞こえますね、これ。はい、なんかマイクがいつも私たちマイクに頼って歌ってますので、いつかマイクなしで歌ってみたいと今ふっと思いましたけども、今日はしょうがないからマイク入りで聴いてください。もう少し実力をつけて、ちょっとこう、ね、力をつけるとマイクなしでももっと奥まで届くかもしれません。いつか私の一つの目標にしたいと思っておりますが、いつも言えばね、シュガーホールでマイクなしで歌ってみたいというのを思ってますので頑張ります。はい、ありがとうございます。では、その前にオンマイクで娘人体を聴いてください。私はこれはデビュー曲ではないんですが、皆さんデビュー曲と思っている方が多くてですね、私のデビュー曲というのはですね、本当はですね、今ジョコウムシがデビュー曲で、ヒットしたのが娘人とよ。娘人とよから私はテレビに出るようになったんですが、実はなかなか知らない歌が1曲あるんですよ。学生時代にピンチヒッターでレコーディングしたのが、ラジオ沖縄さんでレコーディングしたのがですね、待ちかねの心、タイトルを待ちかねの心にしたか、里町節にしたか、どっちかなんですが、それがあるんですね。久しぶりに聞いたら私もかわいい子供の声だなと思いながら聞いたりしましたけども、でもマスコミデビューということはもうそのジョコウムシ、ステージデビューは10歳からステージに立っております。ですからちょっとだけステージのキャリアは長いんですが、でも長くなればなるほど結構プレッシャーがあってですね、もう彼女は60代ぐらいの人だよっていう人もいるんですね。10歳から経ってるからそう言われてもいいかなと思うんですけども、当年とって38です。よろしくお願いいたします。では娘人体「
ってる時はいつもですね、私の生まれて育った与勝半島の青い空と青い海が出てきます。以前はその海中道路っていうのはなくて、偏座に行くのも海上トラックっていうのがありました。でも本当にいろんなものが発達しまして、海の中に道ができたんですね。もう不思議で不思議でたまりませんでしたけれども、今はまた綾橋ですごい4車線っていうんですか、分離帯もできて、もう本当に素晴らしい沖縄はこんなに発展してきたんだなと思います。佐敷の方にも小橋マラソンがありますね。与勝の方にも綾橋のマラソンがあります。いろんなところでやっぱり文化、そしてスポーツ、芸能も盛んになってきました。もう先が楽しみだなって思っております。ですから、まだまだ頑張って、健康づくりも頑張って、もっともっといい歌が歌えるように頑張らなきゃいけないなと思っておりますが、最近、県外、海外でいろんな人たちが本当に沖縄の歌を勉強しに来ております。その中の一人として、今、先ほどはキーボードを弾いていました、斉藤真美子。マミーは出てますが、斉藤っていうとやはりうちのせいじゃないですね。母親が、沖縄出身、そして父親が東京、生まれも育ちも東京で、方言もわからなかった子が方言の歌を歌うようになりました。一昨年は野前流行天文学の新人賞も取りまして、本当に一生懸命頑張っております。では今日はですね、掛け持ちの歌を歌わせたいと思っておりますので、今度はちょっとしばらく例の曲を聴いてください。これも新しい歌ですね。いからうむらは。不思議
といえばなんでやんばるなんだろうといつも思うんですが、昔はやんばるに行ったらもう探されなかったんでしょう、今はもうやんばるもすっごいもう開発されまして、沖縄ではどこに行っても、今日本でももう本当にインターネットでいろんなことができる時代になりましたので、もうもし駆け落ちをするとしたらどこがあるだろうと思うんですね。ある人が言いました。北朝鮮だったら見つからないと。でもそこまではいけないですよね、どんなに、思っても。アマゾンだったらとか話もしますけど、やはり住み心地のいい沖縄でいいかなと思います。ではあと1曲ですね。これもいいかな。里光さん2曲続けてお相手を富子さん。今日は歌いやすいからずっとOK。いつもかまじしくんであまり愛嬌もないと歌いやすいとか言っておりますので、あと1曲駆け落ちの歌になるのかな。中曽根富子が今日レースの節歌いたいさって言ってましたので、レースの節聴いてください。レースの話でした。もう続けてコンビをすると次の上とかやって歌詞が出てこないんで、私も急に言われてもあれ男の歌詞と女の歌詞どっちだったっけなって思っちゃうのを教えることもできなかったんですが、ビデオ撮ってらっしゃる方後で見てもらってはい。では、こういう時にですね、皆さんでお聞かせするのにはどう
いいんだろうと、考えます。そうするとやはり皆さんのよくご存知の歌を歌った方が喜ばれるかなと思ってますね。今紫の着物を着てます宮城千鳥、すごい情け歌はもう上段かけたらナンバーワンだなと思っておりますが、今日はやっぱり大ヒット曲の「ちむがなさ虫」を歌わせます。どうぞ皆さん手拍子と一緒にまたね繰り返し「ちむがなさや」というところを一緒に歌ってください。では先ほどからいろいろ話をしながらステージにお送りしております。そろそろ時間が迫ってまいりました。でもデビュー曲の話もしましたので、デビュー曲の助講をして、本当は賑やかなカチャーシもやりたいなと思っていますが、今私助講節を歌います。歌ってる間にカチャーシをしたい雰囲気があればカチャーシまで行きますので聞いてください。助講節。横浜
皆さん今の大きな拍手で答えまして活躍していきたいと思います。いかがですか？踊ってください。なんか声の雰囲気で踊りにくいかもしれませんが、今日は一人で100人分の拍手をありがとうございます。一人で10人分踊ってください。よろしくお願いいたします。では女性軍の法然音頭から皆さんが踊る人が多ければ等身同意まで行きます。踊る人が少なければ法然音頭3番で切らせていただきます。よろしくお願いします。
座ったり寝たりして勝負できるから。お手でもいいですか？はい。じゃあちょっと私練習してきてから勝負しましょうね。OK。あ、それでは第2位ゆいさん。はい。次よろしくお願いいたします。いいねで。長々とどうもありがとうございました。最後はこの人にみんな持っていかれてもらいましたが、いやー、初めてです。眠って踊ったり、座って踊ったりするのは。はい。また来年も勝負しましょう。はい。見えてる。今日はどうも、最後までのお付き合い誠にありがとうございました。伝えるつながるワンハート第4回南城市祭り
皆さんこんにちは。今日はシュガーホールジュニアコーラスの定期演奏会にお越しくださりありがとうございます。私たちジュニアコーラスは約30名で活動しています。去年の定期演奏会は新型コロナウイルスの影響で中止となり、そのまま卒業を迎えた人がいました。また私たちも歌を披露する場がなくなったり、悔しい思いでいっぱいでした。今年も演奏会ができるかわからない中で対策をしっかりしながら頑張ってきました。このような状況下で私たちが歌を歌い続けることができたのは、私たちを全力でサポートしてくださったシュガーホールの関係者の皆様、いつも送り迎えをしてくれたり見守ってくださった保護者の皆様、そして一生懸命指導して支えてくださった先生方のおかげです。本当に感謝しています。今日はこの感謝の気持ちと去年できなかった演奏会を含め2年分の思いを歌に乗せて届きます。最後までお楽しみください。
懐かしいさ。涙が出るね。私もね、あんたたちの頃よくこの歌歌ったよ。懐かしい。吉田妙子さん、こんにちは。今日は私たちのためにシガーホールへ来てくださってありがとうございます。はい、もうお招きくださいまして本当にありがとうございます。ありがとうね。どうもありがとうございます。今日はね、ジュニアコーラスの子どもたち皆さんのためにね、中村徹先生が沖縄のわらべ歌をね、もうたくさん作ったそうでね、それで私ね、聞きに来ましたよ。ね、聞かせてくださいね。どうもありがとう。それ私ね、思い出すね。20年前になるかね、東京でね講演したんだけど、中村徹先生のオペラ「きじむな時をかける」という劇にね、私アンマー役で出たんだよ。アンマー役でね。だけどさ、オペラというのがね初めてだから、その歌のね、歌と歌との間にセリフを言うんだけどね、この音感がないのかね、もうちっとも歌がこの間が取りきれないわけよ。この歌と歌との間にね、セリフがね、ジラーいやいや歌きのこさかいがるんじ、フィージャーくさかいがるんじって、そういうセリフがあるんだけどね、もうなかなか出てこないわけさ。それでもうどうしようかね、私できるかねと思ったんだけどさ、だけどね、もう徹先生はじめね、出演する演出の方々、講師の方々全部でね、毎日毎日も稽古してね、そして教えてくださったからできた。だからね、私その時からもう稽古が好きになってね、もうできないということはない、やればできると言ってね、いつも一生懸命私稽古してるんだけど、あんたたち稽古好き？ねえ稽古好きになった方がいいよ。ね、本当にね。それで私ね、とってももう思い出があるさ。ところであれね、今日はなんか木村の歌もあるんだって？あるよ。あ、そう。楽しみだね。楽しみだね。はい、吉田さんに質問があります。吉田さんは小さい頃にどんなことをして遊んでいましたか？質問。小さい頃？はい。あんたたちの頃ね、私たちの頃の遊びはね、お手玉とか、それからまりつきとか、縄跳びなんかね、ほら血の森へといってね、こうして2人でね、こうして回して、ほら今もあるんじゃない？ 1、2、3して入るさね、この時ね、お嬢さんお入り、お嬢さんお入りってからね、飛んでそして10ぐらいまで飛んでして交代してこの血の森へと縄跳びがあったさ。これもね、またお手玉もあったけどね、お手玉も2つもあるし3つもあるさ。3つやる子からはもうとっても上手だけど、私下手だから3つできなかったさ。まりつきなんかさ、まりつきをほらティータミーヨー1もう7やって言って12345さ、これをね、いいもにぎりさかなしいたけごんぼうろうそく七里が浜にクジラが通れた、みーちゃん飛んでさらし二女水星三女の女お太鼓ちょうちょう結びってこんなしてね、こんな歌があったんだけど、もうねもう白かけてるけどね、そういう歌があったよ。あんたたちはどんな遊びしてる？けん玉。のじん玉何？けん玉。けん玉。
けん玉にね、蹴って遊ぼうけ。どうぞ俺。こんな。なんか玉があって玉がなんかここになんかお皿みたいな入れ物があるけど、そこにポン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 ってなんか分かったしごからそうね、もう時代が変わるからね、いろんな遊び方があるね。そうね。あんたたちもあれどんな遊びしてる？そっか、もうじゃあね、歌かね、どうしよう、何がいいかね。歌聞きたいのかね。私ね、何しようかな。あんたたちね、あれね、昨日のお月さんとうとうめ見たね。とうとうめとうとうめよ、とうとうめ。ね、丸いまん丸いお月様だからね、とうとうめ。お家でね、先祖拝むのもとうとうめ、あっちもとうとうめね。みんなほら、木にも草にも命があるから、みんなもう神様ってとうとするから、とうとうめというね。大きいからね、大きいまん丸とうとうめで、出た月が丸いまん丸い盆のような月がという歌があったみたいだけどねでそうね、そろそろそれにね、そうだ、今日の月がね、とっても綺麗よ。今日は9の16日だからね、昨日も丸いだけど、今日はいざよいつきてね、まん丸い綺麗な月が出るよ。雨降らなかったらいいんだけどね。もし雨降らなかったらいい天気だったら見てね。私もどっかで見てるからね。そろそろ歌聞きたいね。お月さんどこへ行くのでしょう。西の海へ黄金を取りに、東の海へ魚を取りに。お月さんどこへ行くのでしょう。大餅丸餅くださいな。大きな餅を、まん丸い餅を。とうとうめさいとうとうめ、うんじゃまあかいめんせいが、西の海かいがにわといがるめんせいるい、あがりの海かいゆぐわといがるめんせいるい、とうとうめさいとうとうめ、うんじゃまあかいめんせいが、とうとうめさいとうとうめ、おもちやともち、うたびめしょうり。
キンキンボンボンカマデーが、あんたのお母さんどこへ行った？隣の家へ火種を借りに。あちれ豆腐をちょいと買ってきて、まな板に置いてごそっと切って鍋に入れてちゃらっと揚げて、あんたにもあげるから誰にも言うなよ。たくさんくれたら言わないよ。少なくくれたら言ってやるよ。キンキンボンボンカマデーがいたあんままかいが都内のやかいへいらいがあちれ豆腐を稽古てまるちゃんにうちきてぶすみかちなびわに行ってちゃらみかちやにくいくといなよやおほうこきいねやんてやこうてんくいねゆんど雨よ降らないでお日様よ照らして土砂降りだってザザ降りだってケラマの後ろまで行って晴れておくれ。えいややさポンポンポンアニマよ吹いたぼんなティダマよありたぼりマギアミヤティングマアミヤティンキラマンのコシンジ晴れていったぼり「
吉もないよ。俺でこうは赤がんた俺でこうはきじもんきじもんおそりきじもんきじもんあきりいずるかじのパッてかち石がちやかんだかくなってゆりによがしばだらだら夕焼け真っ赤に焼けてるよ。泣いてる子供は水くませ、泣かない子供は鐘鳴らせ。赤なやの焼きたんだなちるわらべみじくませなかんわらべかにうたせ
泥棒だよおじいさん、泥棒だよおばあさん、起きて捕らえてくださんせ。ぐずぐずしてると逃げるよ。ほら逃げた。ぬするどーいまたため、ぬするどーいまたはめ、起きて勝ちめてひらずんかい。あれあれあれ、いやささ起きるえだね、ちひんがち。本当にね、今日はもう本当に子供の頃思い出してね、遊び歌も忘れていたけど、もう思い出すのにね、とってもね、頭の体操になった。とってもありがとうね。素晴らしいね。私さっきね、ふるさとを聞いてね、とうとうね、もう涙が出よった。とっても素晴らしかったよ。あんたたちはね、もう将来のね、もう背負と立つ若い人たちだからね、これからもね、先生方の教えをよく守って、そして稽古して、そしてこのシュガーホールとかね、そしてまたあちこちの舞台、世界にもね羽ばたいて、そしてあなたたちがね大きくなって、でみんながね大輪の花を咲かして、舞台に輝くのを私祈っていますから、頑張ってくださいね。どうもありがとうございます。ありがとうね。大丈夫ですか？
지금 어쨌든 해야 되비로 와라빈짱 이페 간바이네 이차비고도 나 거리카라 미인지대 조로 와카몬노 자 와라빈짱이비고도 고소요 마준사니育てておたみせることワンカランおにぎやえびことマジオさん育ててきみせびりよたいちょやなエピリヘデブルありがとうございました。リヘデブル第2部は OB、OG のメンバーを迎えて一緒に演奏します。次の曲は仲良し亮介先輩がチェロを弾いてくれます。どうぞお楽しみください。
世界
える、つながる。ワンハート。第4回南城市祭り。沖縄県本島南部にある佐敷町。海と山に囲まれた自然豊かな町です。そして琉球史においては初めて琉球を国家的に統一した英雄昭和氏誕生の地でもあります。シュガーホールの舞台で何か作品を作りたいという町民の話し合いの中から始まったミュージカルも今回で3回目です。樹齢200年とも言われる佐敷町のシンボルトンネルガジュマルは2002年7月の台風で倒れてしまいました。長い間佐敷町を見守り続けてくれたガジュマルへの思いを乗せ
ミュージカルへの取り組みがスタートしました。2005年2月、1年半かかって出来上がった脚本がシュガーホールで発表されました。そしてセリフを読むことから動作、音楽、照明がつきミュージカルになる違いが劇団賞味期限によって演じられました。これを見てミュージカルの楽しさを知ってもらおうという試みです。おばあ、はい、なんでどこの子供たちね、あそこ、なんで、ほらあそこ、あの人ってば、変なおじさん、ホームレスみたいな人。ホームレスってちゃんと家はあるっていうのに、すぐ目の前に来てるよ。何がよ。だからそこすぐってばな。公開オーディション当日、予想を上回る人数の参加者が集まりました。15番島袋佳子さん。一度は思いっきり歌って踊れるミュージカルに参加していたと思っておりましたところ、佐敷町のこのポスターを見まし、子どもに続き大人のオーディションが始まりました。参加申し込みしました。よろしくお願いします。すべてのオーディションが終わったのは9時間後の夜11時でした。半月後、合格者の顔合わせの日が来ました。役者としての初日です。こうしてほしいんです。自分のとこだけマーカーで、蛍光マーカーで、引いて覚えるっていう覚え方をしないでほしい。でそれはなぜかというと、やっぱ全体が分かんないと自分の出番が分かんないということなんですね。自分の役の性格っていうのは基本的に皆さんが台本をもとに考えてほしいんです、ね、こんな名前だけどどういう人なのかなって、一応セリフから発して台本の中から発してこんな役なんじゃないかなっていうことをどんどん自分で考えていく。だから僕がいろいろこうしてみてああしてみてっていうことはヒントにしながら、そこからスタートしていろんなことを発想してアイディア満載の舞台にしたいなと思っています。そういうふうにしたいと思いますのでよろしくお願いします。ミュージカルとともに作られていた絵本も完成に近づき、文と絵を担当した西村由紀子さんと土橋由香さん、そして関係者が集まりました。絵本はミュージカルとは一味違う内容です。まず、ミュージカルっていうのは歌があって踊りがあってでシーン展開が少ないっていう制約があるんですよね。だからもうどうしてもなんていうかな、そういう形の世界でしか表現できない物語っていうのがある世界なんですよ。だけれども絵本っていうのはそういうミュージカルの舞台設定とか、あと大道具小道具とかそういうことを考えずにできる表現の場なんで、だからもうとにかくミュージカルの方で表現できないリアリティとか人間性とか、そういうどうしてもミュージカルの方では面白おかしく楽しい部分を入れないといけないんだけれども、そういうのを一切抜きにしてシビアに物語を進めていったっていうのが絵本です。
月に一度しか沖縄に来られない栗木先生に練習の成果を見てもらう日です。今はまだ見ぬ本当の幸せ掴みたい幸せを仕事でなかなか練習時間が取れず、全員が集まりにくい大人も負けていられません。セリフに歌とダンスが加わり、ミュージカルの形が見えてきました。今日はお国の探検です。キャストの子どもたちの声が森中に響き渡ります。自然と触れ合い、昔の人たちの生活を勉強します。こういう竹を使ってバーキとか言ってます。竹細工したこの木を使って竹を使って、ね、いろんなの生活に使う入れ物とか作ったこの竹で、こういう山中にこういう竹林作ったり、屋敷の周りにこういう竹を入れていて、それを使ってね、みんなでブラックな人みんなで作ってたみたい。今回のミュージカルで主役が演ずる竹細工の見学に来ました。竹細工の名人のお宅です。この短いのこれをまた別々に切ってからね、歌詞だけ切って、豆になってから。昔の技術にみんなが驚かされます。ジラちょっとこの所作を習ってる人もいるじゃないですね。休憩時間も各自の練習が絶えません。100名以上いるキャストとスタッフは本番に向け一段と熱がこもります。高校生から20代の女の子で構成される小橋太鼓。栗木先生も自ら太鼓を打ち、メンバーを奮い立たせます。この日も練習は夜遅くまで続きました。鬼役村田さんの特殊メイクです。もちろん初めての経験です。怖いね手術の前にこれからオペに入ります。
役をすることで役により一層入り込みます。こうガジュマルの木の根元に落としが見られてて、それがほら人間によって起こされるっていうのがなんかブーッと出てくるというイメージ。メイク講習会、プロの講師とともにボランティアの女性が手伝います。特殊メイク以外はキャストが自分で行います。子どもたちは一人一人写真やメモを熱心に撮ります。みるみるうちに変わるおばあの顔、みんなが集まります。愚かな子供たちよ。宿題はやったか？やった。はい、愚かじゃない子がいた。たまにでいいから勉強しなさい。たまにたまにでいい？あんまり勉強すると頭痛くなる。わかるそれ痛くなる。衣装作りには役者も手伝います。衣装以外にも大道具などは佐敷中学校美術部にも協力してもらい作られています。今言えることで皆さん共通して中の汗取りの T シャツありますけども見えないようにしてください。物語のイメージと合わせ細かい部分までチェックしていきます。鎖が動かないように固定してもらうということでお話ししておきます。ピアノを囲い練習をしているのは町民コーラスウィングスです。ウィングスは結成して10年以上。それだけに先生の指導もより一層厳しくなります。この学校のメッセージがはっきりしてないと何の意味もないんですよ、ミュージカルは。ね、ヒージャーおじいは100年、トンネルがそんなに100年なんですっていうのをはっきりと、特にシュガーホール響きますから、もっとクリアにしていかないと全然モワモワモワの世界しか聞こえてきませんからね。トンネルが始まる200年、ちゃんと開けね、せーの。はい。トンネルが始まる200年。まだはっきりしない。シュガーホールのあちらこちらでの練習。どこからか聞こえてくるセリフを探すと、ホールエントランスでも演技指導が行われていました。集まって指導を受けているのは子役の A グループと B グループ。オーディションに来た参加者がなるべく多く出演できるように子役はダブルキャストになっていました。指導の内容をよく把握し、稽古に励む子役の成長は止まるところを知りません。本番まで約1週間。この日、生演奏が初めて入りました。舞台上で姿は見えませんが、ミュージカルにはなくてはならないパートです。オーディションでね、やっぱり選ばれたっていうことがまず大きいと思うんですよね。子どもたちは特に。で、その子どもたちのやる気、
みたいなのが最初の頃はやっぱ歯車が噛み合わないところもあったんですけど、この 1,2 ヶ月でやっぱお互いに刺激し合ったり A キャストと B キャストがあるっていうことと、それに大人が関わって、あと演出助手の岩木が関わって、とってもいい励まし合いをしながら本番に向けて成長していったんじゃないかなって思いました。あと、この町にとってっていうことでもないですけど、やっぱり役の一人一人が自分の生き方とその役みたいなのをきっと葛藤しながらね役を作ったと思うんですね。だから特にチル・ジラはすごく大事な役だったんで、母親を置いて竹細工に必死に挑む姿とか、そういうことに多分若い彼は大学卒業して就職も決まってるらしいんですけど、なんかそういうことがこれからの一人一人の子どもたちも含めてね、なんか今回のこの物語が一人一人の生き方に完全にプラスになるとは思いませんけども、背中をちょっと押してくれるみたいなね、そういうことになったんじゃないかなという手応えは感じています。いろんなものみたいですね。いろんなミュージカル、劇団四季だとか扉座だとか、そういうところをたくさん見て、理論の方も勉強なと今は考えています。ミュージカル当日、前売り券はすべて完売。観客の期待も膨らみ、開演前から大勢の人が並びました。楽屋では静かに準備が進められています。町民は6ヶ月足らずのうちに確実にトンネルガジュマル物語を実らせようとしています。そして年齢も住んでいるところも違うキャスト、スタッフがミュージカルという一つの目標に向かい過ごした日々は、それぞれが抱えていた不安からやがて自信へとつながり、佐敷町の未来へ羽ばたこうとしています。皆さん、半年間頑張ってきました。それ以外にもスタッフの方々、関係者の方々、それ以上に、頑張って今日この日いよいよ千秋楽です。はい、というわけで号令かける前にちょっとガジュマル植えられてる方向に向かってちょっと祈りましょう。みんなで成功しますようにと。次は男性です。はい、2回目、3回は全員で無事にいきます。昨日と同じようにガジュマルパワーでいきましょう。なんか本当にほら家族がもういっぺんにバッと増えたみたいでね、この半年の中で本当に家族になれたなっていうで、これで終わってまたねこう離れていかなきゃいけないような状況もあるんで、それもまた寂しいなともあるしね、ずっとこの仲は続けていきたいなって。
える、つながる、ワンハート第4回南城市祭り。それでは組踊り終身鐘入りです。立ち方はヤドゥヌンナ宮城農法斬新マジキナ政権中串若町荒垣悟小僧一千花龍馬小僧二金軽林一小僧三宮里光也後見諸見里春代後見金軽幸代。本日自由亭は歌三振指導照木名長一歌三振照木名進照木名智国上原睦美こと神谷和恵上大城隆之故宮川平重則太鼓比嘉聡でお届けいたしております。それでは組踊り終身鐘入りをご覧ください。「
ね
「海の庭さてだ
南城市人間国宝特別公演、最後の演目は古典音楽独唱新八木中風節です。歌三振、国指定重要無形文化財琉球古典音楽保持者照喜名長一、ことは神谷和恵でございます。ここで解説を本日の笛大城孝之より解説をいたします。はいさい、うすうよ、中がなびら。わんね、南城市うふざと、うふぐし区出身、なといびん。大城高い金でいちょいびん。みしちょってうたびみしえびりやさ。本日は南城市人間国宝特別公演にお越しいただき、誠にありがとうございます。カジャディ風から始まり、そして創作ピトゥヌスビトゥ、そしてシュドゥン、そして先ほどの演目終身カネリをご覧いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
南城市が誕生して10年経ちますが、この南城市は芸能盛んな場所としてとても有名でございます。やはり芸能にもって村と村がつながり、人と人がつながり、現在になっていると思われております。そのやはり要となっているのがこの人間国宝の先生方じゃないかなと私は思っておりますが、皆様はどう思いますでしょうか。本日結びの演目でございます。人間国宝青瀬流原生会照木名長一先生によります読書煮上がり中風節でございます。まこと人ちのうちうさみぬよりいくとばのあわんうちか。素晴らしい歌詞でございます。脈々と受け継がれていますこの歌詞なんですけど、中風形式と言われている特別な流歌と言われていまして、上句の方が七五調、そして下句の方が流歌調となっております。誠一つのうちうさみぬよりいくとまのあわんうちか。この誠を信じて、それ一つに何があるであろうか、それを求めて私は求めていくと、そういった大まかな歌詞の意味となっておりますが、人間国宝の照木名長一先生はですね、私が組踊り研修2期生の頃の恩師でもございます。で、長一先生はやはり村でこの千名でのヌーバレーの話であったり、自由亭の話であったり、いろんな先生方の話であったり芸談をしてくださいました。やはりその中でも中風節をとても私も教わった記憶があるんですけど、やはりその誠を信じてですね、長一先生もひたすらこの芸の道に励みたいというふうにずっと私にもおっしゃってましたので、素晴らしいなと思いながら私もこの背中を追っていってる最中でございます。南城市人間国宝特別公演結びの演目となります照木名長一先生によります中風節です。
ご来場の皆様、本日はお忙しい中お集まりをいただきまして足をお運びくださいまして誠にありがとうございます。南城市文化協会事務局長の山田伝と申します。本日はご来場いただき本当に感謝を申し上げます。皆様、本日のこの講演いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。この場をお借りいたしまして、ここで素晴らしい舞台をご披露いただきました3名の先生方にご登場をいただきたいと思います。どうぞ皆様温かい拍手でお迎えくださいませ。先生でございます。そして宮城農夫先生、ラジカ先生、どうぞ舞台上へとお願い申し上げます。はい、どうぞ温かい拍手でお迎えくださいませ。そしてどうぞ。本公演開催にあたりまして大変快くお引き受けをいただきました先生方にこの場をお借りいたしましてささやかではございますが感謝の気持ちを込めました花束を贈らせていただきます。準備をお願いいたします。それでは感謝の気持ちを込めましての花束の贈呈でございます。会場に本当に本日はありがとうございました。本日南城市が誇ります南城市ゆかりのこの先生方の講演を開催できましたこと本当に感謝を申し上げます。多くの皆様に本当にお越しくださいまして感謝を申し上げます。今一度どうぞ皆様大きな大きな拍手をお送りくださいませ。南城市人間国会特別講演最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ご来場いただきました皆様の今後のますますのご多幸とそして今後ますますの芸能文化の発展をお祈り申し上げましてこれにて全日程を終了とさせていただきます。本日は最後までお付き合いくださいまして誠にありがとうございます。南城市文化協会主催南城市人間国宝特別公演開幕でございます。幕開けは南城市文化協会
琉球舞踊部会によりますカジャデ風で華やかに幕開けでございます。
よりますカジャデ風でございました。踊り手は伊礼秀子、内間みどり、大城義恵、上条佳代子、金城和子、金城由紀子、小蛇典子、白間紀美子、白間直美、新里遥、照屋正恵、二代目山田貞子、山内小代でございました。演目2番目はフィトゥヌス人です。玉城町君5番の中の一つ、女物狂いを題材に間近な友好が創作した演目でございます。配役はフィトゥヌスビツ、国指定重要無形文化財組踊り保持者間近な政権わらび知念ミーコ。それではフィトゥヌスビツをご覧ください。「
闇
琉球舞踊古典雲南踊り朱ドゥンです。踊りは国指定重要無形文化財組踊り立ち方保持者人間国宝宮城農法三振は照喜名長一琴伴奏は神谷和恵でご覧いただきます。それでは琉球舞踊古典雲南踊り朱ドゥンをご覧ください。
「
琉球古典舞踊古典文ナウドゥイシドゥンをご覧いただきました。伝える、つながる、ワンハート第4回南城市祭り。
はい、皆様今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。愛知青年会の皆さんでございました。いやーすごいですね、最後いいやさっさへやかいやかいやかいっつって、相当お家に帰りたかったんでしょうねやかいやかあんだけ言う人いないですよ。絶対お家に帰るでしょうね。寄り道しないでしょうね。ワイシャツで踊ってましたね。はい、またスコップっていうのもね新しいと言いますか、いろんなねメーカーのスコップを使ってるみたいですよ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いろんなスコップのメーカーを使ってるみたいでございました。ありがとうございました。さあ、続いては前川青年会に登場していただきましょう。さあこちら前川区には昔からあやぐ、ゆし芸、名片棒、ティンベイ等といったですね、多くの伝統芸能が継承されております。その中から本日は県内外にわたり活動を広げているあやぐを演舞いたします。あやぐは男踊りとして力強く団結して働く青年、農村の発展は
共同の力が第一だということを表現した踊りとなっております。さあ、アヤグのね、力強い踊りですね、勇壮な演舞、ご覧いただきたいと思います。はい、それでは前川青年会です。どうぞ。こから不忍者ちは断じの目の浜に四五杯小町いだよまのよ四五杯小町やだそり一のちょらさやなぎやのめあやごのちょらさやまこのあやごいだよまのよなこのあやごえんやらす思ったところよさとめまにたばしろのしのぎみから一度やしのだんどいだよまのよ一度やしのだんどえんやらすり
始まろぎの肘の長さいいだよまのよ肘の長さやらそうにはい、ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。前川青年会の皆さんであやぐお届けいたしました。はい、あやぐね、もう4人で肩を組んではけていく、見応えありますよね。力強く男踊りね、披露していただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続いてはですね、トーマ青年会に登場していただきたいと思います。さあ、こちらトーマスクはですね、棒術、獅子舞、トゥール、綱引き、エイサーと多くの伝統が残っている区です。本日は300年以上続き、伝統的な迫力のある棒術と獅子舞を披露いたします。棒術、獅子舞での県の文化財登録を今後の目標として頑張っております。さあ、この後ですね、トーマ青年会の演舞の披露となっております。はい、伝統芸能の後はですね、この後エイサーの方もお届けしてまいりますので、皆さん最後までお楽しみいただきたいと思います。はい、そして今日はもう花火も上がりますからね、皆さん上がりますよ。ね、今日一番遠くから来た方、どっから来ましたかね。今日遠くから来ましたよ。今日北部から来たぞという方います。北部、北部、ただ、お孫さん呼んでるだけだ。こちら、いやいや、お父さん、緑のタオルのお父さん、どちらから。名護から。名護。どなたを見にですか。はい。小刻みインディアン、ありがとうございます。ね、気使ってくれてね。ね、びっくりしました。こんな目の前にいるのにね。嬉しいですね。たまにはね、気使ってもいいですよ。ありがとうございます。はい。名護からもね、お越しということで。さあ、準備の方が整いました。それでは続いてトーマ青年会の皆さんです。どうぞ。
偽が
はい、ありがとうございました。トトーマス青年会の皆さんでした。皆様今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。棒術、そして獅子舞とですね、迫力のある演舞をお届けいたしました。さあ、伝統芸能3演目をご覧いただきましたが、皆さんいかがでしたか？はい、ありがとうございます。いただきました。南城市が誇るね、伝統芸能。伝統芸能はいいですね。いいですね。さあ、この後は青年エーサーをご覧いただきたいと思います。ここからですね、フィールドのですね、芝生エリアが演舞エリアとなりますので、ちょっと移動の方ですね、スタッフの指示に従っていただきたいと思いますけれども。そうなんですよ。ここでね、踊ることになりますので、演舞しますので、どこまで広げる移動した方がいいということですか？赤とシルバーのロープから中には入ってはいけないということですかね。スタッフの皆さんの指示に従ってですね、動いていただきたいと思います。本日のエイサー団体があざま青年会、親ケバル青年会、トーマ青年会、船越青年会、堀川青年会のメンバーでお届けしてまいります。さあ皆様、ご協力よろしくお願いいたします。で、今この中にいた皆さんはですね、優先的にこの解除された時にしっかり中に入れるようにね、皆さんよろしくお願いします。さあ移動の際はですね、貴重品などお忘れ物のないようお気をつけて移動ください。はい、スムーズですね、皆さん。もう南城市のね、この撤収はこの3つどっか行ってるんですかね。カバンこの3つの席は貴重品置いてそのままどっか出かけましたか？大丈夫ですか？このスタッフの皆さんは触れないですからね。さあ、全席のね、カバン、ポーチなど置いている方ですね。あとペットボトルもね、ありますね。心当たりのある方はね、一番特等席ね、ちょっとこれあれか、今の時間じゃなくて、もしかしたらもう3時間前のカバンかもしれない。見事に撤収されました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、早い。皆さんね、移動が早いです。ありがとうございます。はい、この後は青年会によりますですね、エイサー演舞、迫力のあるエイサーをお届けしてまいりますので、お楽しみいただきたいと思いますよ。さあ、続いてはですね、あざま青年会に登場していただきます。さあ、こちらあざま地区には昔から伝統芸能が継承されており、その中でもタンチャメイとハトマー節が有名です。あざま青年会は旧盆の翌日にエイサーを披露したり、舞台での踊りなどをやっております。人数は少ないですが、声や踊りの派手さはどの青年会にも負けませんというね、コメントでございます。さあ、こちらのローピングされた中の方でですね、演舞いたしますので、皆様、ご協力よろしくお願いいたします。はい、そして皆さん、演舞の皆さんが登場しましたら、大きな温かい拍手、ティーパチパチのご協力よろしくお願いしますね。本日の南城市祭りを盛り上げるために、いつも以上に練習を重ねてまいりましたので、ぜひ応援のほどもよろしくお願いいたします。さあ、入場してまいりました。温かい拍手をお送りください。よっ。さあ、エイサーはですね、あざま青年会参りまして、親ケバル青年会、そしてトーマ青年会、トーマ青年会はまたエイサーも行うということで、そして船越青年会、堀川青年会となっております。大きな小学生がいますね。もう体育着のサイズが全然合ってない小学生がいますけど、普通の大人でもでかい方がですよ体育着を着て、全然俺じゃないよみたいな感じで見てますけどね。あなたのことを言ってるんですけどね。ね、もうお客さんにめめしくてめめしくてみたいなのいなかった？結構センターにいるんですね。仕切り役かもしれませんね。さあ、それでは皆さん、大きな拍手でお迎えください。あざま青年会の皆さんです。どうぞ。
長り
はい、皆様、あざま青年会の皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございます。はい、大人の小学生の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上げていただきました。さあ、続いてはですね、親ケバル青年会に登場していただきましょう。はい、親ケバル青年会はね、我々小刻みインディアンもね所属していました親ケバル青年会。さあ、こちら親ケバル青年会は約40年前にうるま市三原区から伝承された青年会でございます。メンバー全員が親ケバルに対して誇りを持っており、結束力はどこにも負けません。南城市内の青年会では珍しく9本の3日間をかけて区内すべての世帯を対象に道巡礼を行っています。3日間で100回を超える演舞を行っていますね。はい、技術と迫力が見どころとなっております。はい、そしてですね、親ケバル青年会のですね、メンバーに川端光一さんという方がおりまして、僕らの一個先輩ね、あちらの沖縄ワールドのブースでですね、こちらの琉球ハブボールというですね、ハブのエキスが入ったビールを販売しておりますので、ハブの力を明日の力にということで、神秘的な生命力を持つハブのエキスが13種類のハーブのエキスもダブルでブレンドしておりますね。ハブとハーブが、宣伝やりましたよ。こいつさん先輩やりましたよ。はい、ぜひ聞いてるからお召し上がりいただきたいと思います。さあ、 OB の皆さんもですね、今回気合い入っておりまして、1日ね8回以上もう練習を積み重ねてですね、今回はもう高校生から上のメンバー35歳以上のメンバーも多くねいらっしゃいますから、地方一人ですからね。そうです、一人で立ち向かいますからね。こっちは俊也さん、市役所職員で今日はお忙しい中ね親ケバル青年会を盛り上げるために、さっき着替えたばっかりですか。はい、また沖縄のねならではのですね素晴らしいエイサーをお届けしたいと思います。それでは親ケバル青年会の皆さん、よろしくお願いいたします。
日よけふっくりふっくり治癒の玉ひるて人とよちゃいやしばけふっくりふっくり足びぶさて人とよ窓に足ばりみよけふっくりふっくり急やなにたちゅる人とよ十分やでむぬけふっくりふっくり
はい、皆様、おやけばる青年会の皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、地方の木瀬俊也さんもありがとうございました。最後の円になるやつかっこいいですね。はい、ありがとうございます。はいはい、さあ OB の皆さんもですね、気合を入れて今回はなんと総勢54名の皆さんでおやけばる青年会力強いエイサー、そして男踊りの方もね披露していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、先ほどもご紹介しましたが、おやけばる青年会の例えばチョンダラ踊りをしておりました、川端光一さんがですね、沖縄ワールドのブースの方でこちら琉球ハブボールというですね商品を販売しております。ハブの力を明日の力にということで、ハブのエキスとハーブのエキスが両方入っておりますので、ぜひお召し上がりいただきたいと思います。僕らいただきました、6本いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあまだまだ熱いエイサーどんどん続きますよ。続いては東馬青年会に登場していただきましょう。さあ先ほどはですね、迫力のある獅子舞と棒術を披露してくださいました。東馬青年会はですね、伝統芸能以外にも区内の清掃活動や行事などにも積極的に参加しているそうです。エイサーでの目標は全島エイサーに出演することだそうです。はい、皆様温かい拍手をお送りください。はい、さあちょうどねいい時間帯ですよね。だいぶ風もね涼しくなってきましたしね。はい、今日で第3回南城市祭りということで、ぜひねたくさんの思い出を作っていただきたいと思います。さあ迫力のある演舞、先ほどはですね棒術と獅子舞、伝統芸能からエイサーまで幅広く東馬青年会の皆さん盛り上げていただいております。さあそしてこの後はですね船越青年会、そして堀川青年会と続いてまいりまして、かりゆし58さんのライブに続きます。はい、それでは大きな拍手でお迎えください。東馬青年会です。どうぞ。
はい、皆様今一度大きな拍手をお送りください。東馬青年会の皆さんでございました。ありがとうございました。はい、可愛いお子さんから、そして女性の皆さんもね、いましたね。迫力のある演舞、
エイサーを披露していただきました。地方の皆さんもどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。盛り上がりました。はい。トーマス青年会は先ほどはですね、獅子舞と棒術も披露していただきまして、今度はエイサーの迫力のある演舞をお届けいたしました。すごい、どちらもね、出演している区はないですからね。はい。ありがとうございます。また区内の清掃活動や行事などにも積極的に参加しているということで、はい、これからも全島エイサーに出演することが目標ということなんですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、3団体続きましたので、ここでですね、しばらくの間休憩タイムを設けたいと思います。あそこにですね、喫煙コーナーを設けたんですよ、先ほど。あそこにガジュマルがあるんですけど、大きなガジュマルの方ですね。テントがあってガジュマルがあるんですけど、あそこの方が喫煙コーナーとなっておりますので、タバコを吸うぞという方、あちらの方で極力、あちらの方でよろしくお願いします。はい、そして喫煙コーナーを作りました。はい、飲食店の方がですね、21時までとなっておりますので、この時間をですね、設けてですね、皆さんお食事の方、そしてお飲み物を楽しんでいただきたいと思います。なおシャトルバスの最終出発は22時10時となっておりますのでね、時間の方もぜひ守っていただきたいと思います。はい、さあ今の時間ステージは休憩して、お手洗いとかですね、お食事タイム、お食事コーナー行ったりする時間となっておりますので、はい、それでは休憩タイムでございます。はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。ここでお知らせがございます。はい、迷子のお知らせなんですけれども、3歳のみゆちゃん、はい、黒いシャツに白のスカート、緑のリュックサックを背負った3歳のみゆちゃんがですね、あちらステージ向かって右側の本部席、来賓席の方にいると。待機中ということですね。はい、こちらの方で待機しておりますので、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、はい、おばさんおじさんいらっしゃいましたら、あちらの方にみゆちゃん待ってますので、はい、よろしくお願いします。3歳のみゆちゃんがですね、本部席の方で待っております。迷子のお知らせでした。はい、見つかりましたでしょうか。早さよ。はい、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんですね。心配してると思いますので、はい、みゆちゃんはね、本部席の方にいらっしゃいますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、お待たせいたしました。続いては船越青年会に登場していただきます。はい、船越青年会の歴史は古く、多くの偉大なる先輩たちによって伝統が築き上げられてきた青年会でございます。青年会としての年間行事は綱引きや区民運動会などの体育行事などがありますが、主としてですねいるのは盆踊りや道ジュネーで披露するエイサーでございます。30年以上の歴史あるエイサーですので、どうぞご覧くださいということで、歴史のある船越青年会のエイサーをこれからお届けしたいと思います。人数の方も多いですね。はい、そして可愛いちびっ子たちもね、ちびっこエイサーもはいいらっしゃいまして、女性の方もね、手踊りの方もいますね。はい、さあこれから熱い演舞が行われますので、皆さんも温かい拍手ティーパチパチのですねご協力もよろしくお願いいたします。地方の皆さんも気合が入っておりますね。たくさんいらっしゃいますね、地方の皆さんも。はい、親毛原青年会は一人でしたけどね。そうでしたね。いいですね。さあちびっ子たちも一生懸命頑張って踊ってください。何歳ですか、一番ちっちゃいお子さんは。何歳？4歳？何歳？6歳。6歳から下は6歳。頑張ってよ。はい、それでは準備の方が整いました。続いては船越青年会です。どうぞ。
ワンハート第4回南城市祭り。「
しようが肩の手を上げて連鎖連鎖少年連鎖「
本日は南城市文化協会第7回芸能講演会へお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいま演奏いたしましたのは南城市文化協会郷土芸能部によりますカジャリ風グイーン節ビヌチ節でございました。南城市文化協会は文化活動の促進、地域伝統文化の継承・発展を図るため、日々文化活動を展開しております。総会員数は870名余りで、本日の芸能公演では、出演者、裏方を合わせておよそ300名の会員で構成され、お届けしております。本日は私たちの修練の成果をご披露いたしますので、どうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいませ。続いては、一条流一条玉法に日舞教室琴の縁をお届けいたします。それではどうぞ。松の緑に富士の山拝む初日のめでたさよ波も輝くよもの春晴れに姿も華やかに祝いことむことの縁香る立花花やめ空にさつきの吹き流し恋は名代の終戦を滝を登って竜になれ祈るおの子の祝い酒ことの調べか松風か月はまん丸祝い歌
誕生と菊の杯飲み干して千代にや千代に花の縁続きましてお届けいたしますのは龍部四つ岳玉城流家風正恵の会照屋正恵龍部道場の皆様によります演舞となっております。照屋正恵龍部道場は大里グリーンタウンにございます。稽古日は週2回月曜日金曜日となっております。初心者の方も大歓迎ということでございます。今日は20名が心を一つにして頑張ります。最後に大里の大の字を描きますので、皆様どうぞご注目ください。
続きましてお届けいたしますのは詩吟沖縄解放楽風会綾雲銀英会の皆様によります詩吟でございます。それではどうぞ。南宮のあけぼの上原総学東海の要天紅玉小図電池の流刑陽本法伝統夜景十分に記憶添えたり流刑さらに情あるを点々として風に従い上下に飛び練習錯落して緑の晩に傾く小橋王エイズ上原総学
深淵の葉を静止なり琉球統一して好機をなす南永の交易芳醇をもたらし富国安民の政治を作る。続きまして空手古武道少林流少林会協会知念空手道場神谷義弘でございます。続きまして日部西川流西川穂鈴日部教室の皆様によります乱れ髪をお届けいたします。「
しながらも人目をしのぐ恋がほどいた恋がほどいた乱れ髪できることなら互いの胸につけておきたい爪の跡夢の続きを見られぬ恋はこれが最後のこれが最後の乱れ髪続きまして民謡チュラチュラと朝どえユンタを浦吉子民謡研究所の皆様でお届けいたします。チュラチュラとは私の心境を気持ちを込めて作詞作曲いたしました。逆境にあってもめげずチュラチュラと肝心を持ち精神誠意の信念と正直の頭に神募るのを念頭に作りました。本日は9名で心を込めて熱唱いたします。会場の皆様の手拍子などいただければ幸いでございます。それではお届けいたしましょう。浦吉子民謡研究所の皆様によりますチュラチュラと朝どえユンタ2曲お送りいたします。それではどうぞ。七これば
続きまして流部高寺漫才玉城流桐の会
西村理恵子流舞研究所の西村彩乃さんによります演舞となっております。組踊りの漫才手打ち打ちの中から兄ジャナシとの弟チーウンの舞踊として独立させた民生踊りです。それではお楽しみください。아치움 바바우양무가디 누구르코토네라 사사 이수지 옵타다 도도 이수가 이수가 우야노 가타치요 오단테이 만다이 시가다니 우치야치리 이시야가 사이 인유리
続きましてお送りいたしますのは器楽合奏滝ルン節南滝節カナー用訓流随鼓の会ズケラン薫太鼓研究所西目玲子太鼓研究所の皆様によります演奏でございます。どうぞお楽しみください。「
演奏は器楽合奏訓竜随子の会漬け蘭香る太鼓研究所西目玲子太鼓研究所の皆様でございました。伝える、つながる、ワンハート第4回南城市祭り。
も小刻みインディアンの森です。南城市の皆さん、南城市祭り楽しんでいますか？今回は4回目ということでオンライン配信での、南城市祭りとなりましたけれども、僕もですね、南城市玉城あざ小家原出身なんですよ。実はですね、チャーリーとですね、寿司つね、割烹つねの間ぐらいにね、家があるんですけど、家の位置はね、どうでもいいんですけども、さあ今回はコロナ禍ということで、県内各地でイベントがね、延期であったり中止になってますけれども、南城市祭りはお家でも楽しめますし、いろんな企画盛りだくさんでお送りしていきますので、県外の方もぜひ南城市の魅力を味わっていただきたいと思いますよ。花火も各地で上がりますので、ぜひお家で家族と、そしてコロナが落ち着いたらですね、南城市の飲食店に足を運んだり、みんなで南城市を盛り上げていきましょう。はい、ぜひ皆さん、南城市祭り第4回目、オンラインお楽しみください。以上、小刻みインディアンの森でした。ありがとうございました。どうも、南城市玉城小家原出身、小刻みインディアンサーネです。公園からお届けしております。今回、南城市祭りお手伝いさせていただきます。はい、一緒にですね、今コロナ禍で大変な時期ではありますけれども、南城市の魅力を伝えられたらなと思います。南城市祭り、そして南城市盛り上げていきましょう。えい、えい、おー、えい、えいっす。南城市祭りを見ている皆様、南城市民の皆様、こんばんは。糸数陽一です。私は久高島出身で、中学3年生まで久高島で育ちました。そこでウェイトリフティングに出会い、この度2020東京オリンピックに出場いたしました。ただ1年コロナウイルスの影響で1年延期となってしまい、当初は開催も危ぶまれた中だったのですが、無事開催することができ、また4位という成績で試合を終えることができました。この成績を残せたのも皆様の応援のおかげだと思っています。3年後のパリオリンピックも出場を目指して、また今回叶えられなかった夢を獲得できるようにしっかり頑張っていきますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。祭り楽しんでください。南城市祭りを見ている皆様わー
あるだけでありがたい命のお祝い。伝える、つながる、ワンハート第4回